前回のあらすじ。調査室のメンバーがシュラ組と戦うしかないとなり、それぞれの秘められた超能力を剣流に目覚めさせてもらうことに、そしてその力を仕事をしながら修行することになった。1週間の修行でそんな変わるかな？仕事しながらは大変ですよね。白鳥たちが道場を出てからはハードなスケジュールが待ち構えていた。超能力調査室の仕事と道場での修行を交代で、休む暇もなく続けられた。白鳥も超能力者になったつもりで共に行動したためか、彼らの超能力は日増しに大きくなっていった。なったつもりって何してんの白鳥？これも山路の光のエネルギーがあったからこそできたのかもしれない。ここで彼らの修行の成果を披露します。急にナレーションみたいなことを。風間の勃剣から放出した PK 波は庭の松を倒し、振り下ろした勃剣は大きな庭石を砕き割った。風間の PK は剣流の PK を上回るほどになっていた。ユキの超能力はテレポートだけではなく、物体移動、テレパシー、透視能力、サイコメトリー、風間ほどではないが PK 波も出せるようになった。もう何でもできる感じ。宮崎はサイコメトリーに加え、透視能力と物体移動の力がついた。戦闘には使えるかな？島田の予知能力は危険を感じた時しか出なかったが、人の気配を敏感にキャッチでき、風間が隙を見つけて後ろから迫っても島田はすぐに振り向いてしまう。テレパシーは変化なく使えた。欲のない山路はハンドヒーリングだけで満足して、皆の修行を助けることに喜びを感じていた。まあ回復役ってことだよね。彼らに修行と仕事が両立できるとは思ってもみませんでした。仕事が順調なので新聞社からの苦情もなく、この分でしたら修羅組の超能力者と戦える日も近いようです。いや、できるとは思わなかったって。白鳥さん、私も7年超能力者を鍛えてきましたが、これほど強力な超能力者を育てたことがありません。地球の破滅で迫ったとしか考えられません。村上刑事からの報告では、里美さんを誘拐してからの修羅組は動きがないと言っていたが、奴らは何を企んでいるか不気味だ。島田さんからテレパシーが、白鳥さん大変です。白組の超能力者が東都銀行を襲って90億円以上の現金を奪い、人質を6人も連れて行ったそうです。うわ、いよいよ本格的な行動を。修羅組が銀行強盗をした。90億の金をどうやって運び出したのか、人質は修羅組ビルに連れて行かれたのか、村上刑事と連絡を取らなければ。もう銀行からは逃げちゃってるんだね。風間とユキと山路が走ってきた。残りは新聞社にいたのかな？村上刑事が白組に来てくれと言っています。白鳥さん、返事は何と答えましょうか？ユキさん、村上刑事に修羅組に行くと伝えてください。それから島田さんや宮崎さんも修羅組に行くように伝えてください。剣龍さん、聞いての通りで PK 能力者は風間さんとユキさんだけです。一緒に行っていただけませんか？白鳥さん、私もお供をさせてください。剣龍が仲間になった。あれ、これ何人パーティー？白鳥たちは修羅組に急いだ。白鳥たちが修羅組に着いた時には、機動隊が盾でビルを取り巻いていた。東都銀行の犯人は白組の超能力者たちです。銀行員の証言では、店長の近くの空間が揺らぎ5人の男が現れ、マシンガンで警備員を殺して設備を破壊し、2人の犯人が店長を金庫室に連れて行きました。残った犯人が、俺たちは新しい時代を作る修羅組だ。これからは全銀行の金を修羅組が管理する、と声明したそうです。犯人は6人の女性銀行員を表に待たせていた仲間に渡していた時、火を見つけた銀行員が非常ベルに手をかけた瞬間、炎に包まれ死んだそうです。しばらくして3人の犯人が揺らぐように消えたので、地下の金庫室に行くと店長は殺され、金も犯人も消え誰もいなかったそうです。警察はすぐに10人の刑事を修羅組に踏み込ませたのですが、全員戻ってきません。今は機動隊でビルを取り囲んで様子を見ています。なんと言ったらいいか、とりあえずなんで名乗り上げてんの？これだけの警官が周囲を固めていれば、修羅組の組員は一人で外に出られません。でも超能力者がいればテレポートされてしまいます。ビルの中に人の気配がない。剣龍かユキにテレポートで調べさせてもよいが、こちらに超能力者がいると宣伝するようなものだ。3階の人質は窓から落ちそうなくらい体を出させられ、後ろから組員を殺すと怒鳴っていたのですよ。どう動くべきなんだろう？今は3階には誰もいないようです。白鳥さん、テレポートして様子を見てきましょうか。いないの？テレポートして調べれば中の様子がわかります。白鳥さん、どうしましょうか？人質がいなければ俺が入っていくのだが、室長、どうしますか？ビルの中に人の気配がない。警官はアリ1匹這い出る隙間もないくらい、
ビルを取り巻いている。報道関係者が集まりだした。テレビ局のカメラが白組のビルに向けられている。人質がビルの窓に姿を現すことができれば救出も不可能ではない。1の案、剣竜をビルの中へテレポートさせ様子を調べる。2の案、村上に入り口を破壊させ人質を出させ剣竜とユキがテレポートして救出する。3の案、風間にビルに踏み込ませ PK で戦い人質を救出させる。いや、3はさすがに力をしすぎない？まずは1の剣竜に様子を見に行ってもらおうかな。剣竜さん、ビルの中へテレポートして様子を調べてきてください。誰もいないなんて変です。私も人の気配がないのが気になっていました。では。剣竜はテレポートした。しばらくして戻ってきた。ビルの中には誰もいませんでした。でもテレポートしているときふと感じたのですが、白組の超能力者たちはわずかな時間のその次元にいるような気配を感じました。その次元からは現次元が見えますが、私たちの次元からは見ることは不可能でした。私が超能力者だと気づいたようです。つまり隠れて見てるってことかな。テレポートなら楽にビルに入れるのか。嫌味を言うつもりではないが、超能力者が増えれば我々の仕事も不可能になってしまいそうだ。人質がビルの窓に姿を現すことができれば救出も不可能ではない。というわけで今度は2を試そうかな。村上さん、もう一度入り口の破壊をしてみてください。もし人質が窓に現れたら救出できるかもしれません。白組の奴らも入り口を破壊されるのがなぜか嫌がるようなので、もう一度やってみましょ白組ビルの入り口にクレーン車が近づいた。クレーンがエンジンの響きに揺れながら高く伸びていく。白組ビルの3階から悲鳴を上げる女性がロティニン。窓から乗り出すように姿を現した。ハンドスピーカーから組員が怒鳴っている。踊りゃ何度言ったらわかるんじゃ。ビルに近づくとここにいる人質を処刑する。脅しでない証拠に今から女たちを殺すからよく見ておくんじゃ。剣竜さん、ユキさん今だ。白鳥が叫んだ時には2人とも姿が消えていた。銃声が響き、女性の悲鳴が上がった。窓の傍らに誰もいなくなった。剣竜とユキが3人ずつ女性を連れテレポートで戻ってきた。村上刑事は部下に命じてすぐに救急車に運んだ。剣竜さん、ユキさん、ご苦労様でした。村上刑事は喜び勇んで指揮所に行きました。これで白組の超能力者たちはどう動くかです。3階にテレポートした時、組員がマシンガンを撃ってきたので PK を使いました。その時とっさの判断ができず組員を殺してしまった。まあ向こうが撃ってきたんだししょうがないよね。女性とはいえ3人を一度にテレポートするのは大変です。長距離でしたら途中で一休みしないと。でも無事救出できてよかったですわ。ユキは3人を一度にテレポートして疲れているが、剣竜は疲れていない。ユキ1人なら剣竜よりも遠くに飛べるが、他人数を運ぶのには向いていない。宮崎と島田がやってきた。川村記者も一緒にいる。川村ってずいぶん久しぶりだね。剣竜さん、ユキさん、こちらが頑張り屋の川村記者です。人の心を読む超能力を持っています。剣竜さん、彼の精神をみっちりと修行をさせてください。人質を救出したそうでおめでとうございます。初手柄ですね。川村さんも仲間入りして調査室には敵なしです。お手柄ではあるけど調査室としてそれでいいのかな。白鳥さん、本日をもって社会部より超能力調査室に転属になりました。よろしくお願いいたします。これで超能力を我慢せず思い切り使えます。白組に行こうとしていた時に川村さんが転属してきましたので超能力調査室の説明をしていて遅れました。救出作戦が成功して私たちまで鼻が高くなりました。どういう説明をしているのか気になるけど。ビルの屋上にハンドスピーカーを持った男が出てきた。白鳥、私は京極だ。私たちには大事な計画を果たさなければならない。これ以上邪魔をすれば即座に殺す。言っておきますが、我々の超能力は地球を破壊できるほどの力を持っている。今白鳥名指しだったよね。向こうにバレてる。次に警察に次ぐ。白組ビルから1キロ以内に警察関係者の立ち入りを禁止する。一般の住民は今まで通りとするが、警察に加担する者は即座に殺す。テレビ局の方は今すぐ生中継に切り替え全国に放送しなさい。30分後に警察が警告を守らない時には千田小学校を超能力で消滅させる。これは脅しではない。私たちの計画を遂行するためには全てを犠牲にしてまでも決行しなければならない。その計画とは腐れ切った地球を救うために地球革命を起こすことである。うわ、すごいこと言い始めた。今地球上に人間が氾濫して地球を守ることは不可能な状態である。そのため人口を半分にし、化石燃料で作られた科学文明も捨てさせる。代わりに超能力による精神文明を築くことでこの地球が救われるのだ。私たちは100機の同志だ。最後に一言、革命に賛同する者たちがいるなら修羅組に集まりなさい。
私たちの同志として革命者には時代を継ぐ権利を与える。これで警告を終わりにするが、警察は速やかに退去するのだ。京極は屋上から消えた。見物していた群衆からざわめきが広がる。警察は不安な表情で指令を待っている。今回はここまでにしておきましょうか。すごいこと言ってたけど、これからどうするんだろう？小学校を消滅させるとか言ってたよね。もう人質は里見だけのはずですが、ああいった脅しをするとは思いませんでしたね。白鳥の名前が出てきたのも、どうしてわかったのかな？それでは次の動画でまたお会いしましょう。またね。